今日は新たな機能、フェードアウトが追加された。新しいエディット機能の使い方を解説するよ。既存の機能も細かい仕様が変わったから、改めて簡単に操作を説明しておくね。曲名の横にあるエディットボタンを押すと、新しいエディット画面に移動するよ。まずはリプレイスセクションをやってみようか。上のメニューでリプレイスセクションを選ぶよ。まず大きな仕様変更があったのがリリック欄。この欄に表示される歌詞が変わったよ。この欄には自分が入力した歌詞ではなく、スノが認識した歌詞が表示される。私はサビを1回しか入れなかったけど、生成時にスノは2回サビを歌ってしまった。その場合コーラスは2回表示される。実際に歌われた歌詞が表示されるってこと。ただこの歌詞認識、表示の機能、現状だとかなりバグってる。バグってる曲を再生してみるから、歌詞の部分に注目してみてね。こんな風に認識された歌詞が変な場合は、左上のマッチリリックトゥーオーディオを選ぶ。この画面で歌詞を修正して再認識させると、本来なら認識ミスは消えるはずだけど、現在のスノは人間の修正を無視して自分の認識が正しいと抗い続けるよ。修正、再認識されても治らない場合が多い。これはバグの修正を待つしかないね。今回はバグっていない曲を使って新しいリプレイスセクションを使ってみるよ。まずは今回テストに使うサンプル曲のサビの部分を聞いてもらうよ。この曲の歌詞を修正してみよう。踊ろうを歌おうにしてみようか。新しいリプレイスセクションはなんと最短で3秒まで範囲を短くできるよ。範囲が短いほど修正は不自然になるけど、逆に曲調を維持しやすくなる。今回は3秒で修正をしてみよう。3秒の範囲に踊ろうが入るよう調整する。範囲が決まったら右のジェネレートボタンの前に必ず左の歯車ボタンを押してね。一番上のキープデュレーションボタンはオンにすると曲の長さが一定になる。昔のメイクセームレングスボタンと同じだね。歌詞修正ならオンにすべきだよ。2番目のインストゥルメンタルボタンはオンにすると歌詞を読み込まなくなる。歌詞修正ならオフにすべきだよ。ちなみにオンにするとどうなるかというと、全く歌わなくなるわけではなく、適当な歌詞で歌い出すだけなんだ。だからインストゥルメンタルをオンにする利点は今日調べた限りでは全くない気がする。最後のマニュアルリリックリプレイスメント、このボタンが非常に重要だよ。これをオンにすると歌詞が修正できるんだ。そう、オンにしないと歌詞が修正できないよ。これの初期設定がオフになってるのはちょっと、いやかなりひどいんじゃないかな。設定が終わったら右のジェネレートボタンすると左の画面で歌詞が修正できるよ。踊ろうを歌おうにして右のコンファームボタンを押せば曲が生成できる。実際にどんな修正がされるかちょっと聞いてみようか。3秒修正はさすがに失敗が多いけど、成功すれば完璧な修正になるね。現在は3秒修正をすると曲の長さの関係で高確率でクレジットが返金される。だから現状はほぼ無料で修正連打できるけど、でもこれ絶対に想定外の挙動だよね。仮に毎回クレジットがかかるとしたら3秒修正はさすがにおすすめできない。
範囲を広げれば成功率は上がる。その代わりに曲調が微妙に変わっていく。どこまで範囲を縮めるか広げるか、今後のリプレイスセクションはそれが課題だね。ちなみに範囲を1分以上に設定すると、範囲が長すぎるって警告文は出るけど、生成ボタンを押せば普通に生成できるよ。昔は裏技的だったけど仕様になったね。ただ曲全体を範囲にして生成するとバグる。少しは範囲外を残すようにしようね。それと範囲指定が昔の 0.2 秒刻みから 0.01 秒刻みになったのも嬉しいところ。エクステンドやクロップも 0.01 秒刻みになったよ。細かく指定できるようになって助かるね。時間の都合でエクステンドやクロップの解説は申し訳ないけど省略させてもらうよ。操作方法は単純で迷わないだろうし、新しい何かができるわけでもないからね。エクステンドは0秒を設定すると生成エラー、 0.01 秒なら正常に生成できる。クロップは1秒未満を指定するとエラーになるね。一応エラー報告だけしておくことにするよ。さてそれじゃ新機能フェードアウトの話をしよう。まずはサンプル曲をちょっとクロップするね。1回目のサビの後の間奏でクロップした。間奏の途中で音が切れる曲になったよ。この曲の最後をフェードアウトさせよう。上のメニューのフェードアウトを選ぶ。フェードアウトは指定位置から曲の最後までだんだんと音量を下げていく機能だよ。曲の途中にフェードアウトを入れたり、音量を下げる量を調整したりはできない。まあとりあえずやってみようか。右のフェードアウトボタンをクリックするよ。生成された曲がどんな感じになるか、とりあえず聞いてみようか。クロップで切った場所にフェードアウトを使えば、好きな場所で曲を自然に終わらせられるよ。それだけと思った人もいるかもしれない。でもフェードアウトの真の力はまだあるんだ。実はこの機能って重ね掛けできるんだ。試しに10回ほどフェードアウトしてみたよ。曲の後半がほぼ無音になったね。実は無音ってすごい便利な効果なんだよ。無音を入れたいって私はずっと願ってた。今日ついにその願いが叶ったんだ。無音があると何がいいのか。まずはリプレイスセクションだね。範囲の終わりが無音のリプレイスセクション。それってどんな曲が生成されるかな。リプレイスセクションの終わりを無音にする。それでしっかり曲を終わらせられるんだ。これでフェードアウト以外の方法でも好きな場所で曲を終わらせられるね。それだけと思った人もいるかもしれない。大丈夫、本題はここからだよ。じゃあ無音から始まるエクステンド、これってどうなると思う？まず普通のエクステンドの仕様を確認しておくね。さっきの曲の間奏の途中でエクステンドする。この時にスタイルを JJJ ポップからショパンショパンショパンに変えてみるよ。これでどんな曲が生成されるか。まずは普通にやった場合を聞いてみよう。こんな風にエクステンドでスタイルを変えても基本的にはほとんど効果を発揮しない。そこでフェードアウトを連打して曲の最後を無音に変えてみよう。無音の場所からエクステンドをしたらどんな変化が起きるかな。
エクステンドで全く別の曲が生成できたね。これだけだと意味不明な曲になるけど、曲の前後ができていればリプレイスセクションでつなげるんだよ。無音起点のエクステンドを使うことで好きな場所に好きな音を入れられるんだ。不自然なつながりはリプレイスセクション、リマスターである程度は補修できる。今流れている BGM もこの手法を使って8小節ごとに指定した楽器を鳴らしてるよ。これって作曲用語で表現すると楽式を自分が指定して作れているんだ。これはもう作曲と呼んでいいよ。ついに素ので作曲ができるようになった。まあ正直なところめちゃくちゃ面倒くさいからこの方法で曲を作るのはおすすめしないけど、例えば1番の後の間奏をフェードアウトして C メロで一気に曲調を変えるとか、いろいろな使い方はできると思うから自由な発想で遊んでみてね。それじゃまたね。